Please log in. Administrator. Initializing. OK. Welcome back, Doctor. 今回の動画ではオムニバスストーリーグリニングバレーへと同時に実装されるオペレーター。この動物図鑑、綺麗。うん。本棚から持ってきたよ。手は洗ったから汚れたりはしないから平気。そうだよ。ここはドクターの執務室で合ってる。どうしたの？狙撃オペレーターレイの紹介及び解説を行っていきます。オペレーター試験に合格したよ。ドクター、ロドスからのお誘い、ありがとう。あの探求の旅は終わったけど、次はこの船で新しい目標を見つけようと思ってるんだ。レイはロドスを訪れる前は鉱山探査人と呼ばれる仕事をしていた人物で、今回のオムニバスストーリーでの一件を経て自分の旅の理由だった過去に見た巨獣は何だったのかという目的はひとまずは終わり、道中で出会ったウォーミーが鉱石病の関係からロドスに向かうということから彼女を助けるべきだと考えたレイもオペレーターテストを経てロドスに加入することになりました。現在はロドスの中間オペレーターとしてロドスアイランド号に駐在、各種保安や戦闘、探査任務に参加をしています。そもそも、レイがロドスに訪れていた前の職業である鉱山探査人とは何なのかという話ですが、当然ながら鉱山という場所は落盤や漏洩、浸水など様々な危険が存在しており、そのような場所に対して一気に多くの人が仕事で入り込むと、万が一事故が発生した際の被害は甚大なものになりかねません。その際に仕事をするのが鉱山探査人であり、鉱山探査人はその日の鉱山の操業が始まる前に単独で鉱山に侵入、鉱内の状況を確認し、様々な事故のリスクにつながる点を排除、さらには感染生物の排除などを行うといった保安員のような役割を持った職業と言えます。そのため、仕事内容を聞いただけでは、高度な専門技術や優れた戦闘能力を要する職業にも聞こえますが、実際のところは、この職業に対する敷居はほとんどないと言っても良いレベルで、この職業を選ぶ人たちは、鉱山での作業に力が及ばない人たちばかりです。つまるところ、鉱山探査人はその命と体をもって鉱山の安全を確認するという、悪く言ってしまうと使い捨てのような身分と言えます。実際、レイは鉱山探査人をしている間は、社員番号のようなものを一度ももらったことはないとのことで、つまるところ、企業もそういった人たちを社員としては扱っていなかったというのがよくわかる事例です。現在では、この鉱山探査人の役割は、機械が行う場合も多くなったとのことで、レムビリトンでの仕事環境は日増しに改善されている様子。ただ、一部の鉱山主は相変わらず、これまでの運営形式を用いているようで、レイはたまたまその鉱山で鉱山探査人として雇用され、この仕事でご飯を食べることができていたから続けていたという認識の程度な様子。そのため、出世欲とかは特にはなかったようですが、同じような仕事の経験があるサベージがレイをテストしたところ、レイは大型鉱山の保安要員としても十分通用する能力を有しているとのこと。サベージの報告書曰く、反応速度が凄まじく速いようで、サベージのハンマー攻撃やアーツは愚か、飛び散った破片や、サベージがテスト終了後に肩を叩こうとした手すらも避けたとのこと。とはいえ、この危機察知能力に対しては、レイは少し複雑な感情を抱いている様子。というのも、鉱山の調査を行う際には、決まってサンドビーストを連れて行くことになるのですが、サンドビーストは言うなれば、人よりも先に、毒ガスなどの危険を察知する役割を持つので、そのほとんどが使い捨てとして認識されてしまっているため、仮に毒に侵されたとしても治療方法が存在しません。つまり、レイが生きているということは、これまでに何十ものサンドビーストが犠牲になったということでもあり、レイはこのことに対して複雑な気持ちを抱いてしまっているのです。それゆえか現在飼っているサンドビーストに対しては可能な限り好きにさせているようで、自分の宿舎の部屋の半分は砂箱で覆われており、ロドスが荒野で停泊していた時は追加で砂を持ち運んでいたのだとか。一方でサンドビーストには名前を付けてはいない様子。これに関しては、レムビリトンの労働者は読み書きが得意ではないということもあるでしょうが、レイに関しては、サンドビーストという言葉自体を非常に気に入った上で名前を付けていないようです。なお、サンドビーストは飼育が非常に難しいことから、ロドスではレイ以外誰も飼っていないので、現状では名前を付けられていないことによる問題は特に発生していないようです。ロ
ロドスキッチンの庭でサンドビーストを飼っている子供がいましたが、今は見なかったことにしておきましょう。ちなみに、金銭に関しては、食べることができればそれで良いというような生活から、無頓着な雰囲気がありますが、意外にも帳簿はきちんとつけているようで、帳簿によればストーリー内でカージャックしたランナの運搬車の賠償もきちんと行っている様子。あと11ヶ月で支払いも終わるようです。まあ、ランナ自身は支払いに関してはいつでも良いと思ってはいるようですが、例のモチーフとなっている生物は、小心2のイラストからでは要素が少ないため特定することはできませんでした。そのため、例のモチーフは暫定的にイエウサギとし、イエウサギについてはケイパーの紹介動画で解説をしていますので、そちらをご覧ください。もし、もっと空が広かったら、みんな、太陽と月を追いかけなくなるのかな。例は、ゴールドショットに続く2人目となる狩人タイプの狙撃オペレーターで、非常に高い単発火力と攻撃時に弾薬を消費するという癖はそのままながらも、サンドビーストを用いることで攻撃範囲を拡大させたり、スキル発動時には弾薬を補給したりと、使い勝手がある程度改善されたオペレーターとなっています。ブロック数や配置コストなどの基本ステータスはゴールドショットと比べるとレアリティの関係上コストは高くなっていますが、それ以外の点で目立った箇所はなし、素質やスキルにもコストやブロック数などに関わる効果もないので、一般的な狩人タイプのオペレーターとなっています。潜在強化による強化内容は、コスト-1、再配置時間-4秒、攻撃力+7、素質に強化、コスト-1となっており、例の性能を大きく強化するようなものはなし、他のオペレーターと同じ強化の範疇に収まった性能となっています。強いてあげるなら、例は火力の強化を重点的にしてあげることで輝くオペレーターなので、潜在は4、または5まで上げてあげるといいでしょう。例の HP や攻撃力といったステータスは同じ職分であるコールドショットと比べると防御力はほぼ同じ数値となっていますが HP は例の方が約80、攻撃力は130程度高くなっています。これにより HP は全狙撃中7位、攻撃力はファートゥースに続く2位の数値、防御力は3位というステータス面は狙撃の中でもかなり高スペックなオペレーターとなっています。素質1は例を配置している間、サンドビーストという召喚物を例の攻撃範囲内に配置可能となり、サンドビーストの攻撃範囲も例の攻撃範囲とみなし、例はサンドビーストの攻撃範囲内にいる敵を優先して攻撃、さらに与える物理ダメージが 25% 上昇するという効果。例を配置中、コスト3で例の攻撃範囲内にサンドビーストを配置することが可能で、サンドビーストは一切攻撃を行わない無敵ユニットですが、自身の周囲8マスが攻撃範囲となっており、例の元々の攻撃範囲はこの形ですが、例はサンドビーストの攻撃範囲も自身の攻撃範囲とみなすので、青枠で囲った範囲も攻撃範囲となり、非常に広い攻撃範囲を有することになります。また、例はこの青枠で囲った範囲内にいる敵を優先して攻撃し、この範囲内にいる敵に対しては、物理ダメージが 15% 上昇するため、攻撃範囲の延長だけでなく、火力強化のための召喚物としても使用が可能。そのため、この召喚物を持て余すということはほとんどありません。配置時間は25秒、再配置に必要な時間は30秒と、比較的良好な配置サイクルとなっているので、基本的に配置可能なタイミングであれば、スキル発動と同時に配置してやるといいでしょう。素質には同じ敵を攻撃するたびに自身の攻撃力が最大3回まで上昇していくという効果。つまり、潜在強化なしだと最大 24%、潜在強化ありだと 27% まで攻撃力が上昇することになります。この素質は1回目の攻撃から効果が発動し、実質的には常時 8% 攻撃力が上昇した状態となるため、この素質の効果が腐ることは絶対にありません。攻撃し続ける限り、防御無視の効果が敵をまたいでも継続し続けるティフォンとは異なり、攻撃する相手が切り替わると、効果のスタックはリセットされてしまいますが、逆に時間による制約はないので、攻撃感覚が変わりやすい狩人には嬉しい点と言えるでしょう。なお、上昇のパーセンテージ自体は、そこまで高いものではありませんが、例の元々の攻撃力が高いということ、例のメインスキルであるスキル3が、火力バフが非常に乗りやすい性能となっているので、数値以上に爆発力のある素質となっています。スキル1はスキル発動時、追加の特殊弾を用いて敵を攻撃。攻撃を受けた敵は攻撃力の一定割合の物理ダメージを受け、一定の力で突き飛ばされ、このスキルによる攻撃によって敵を撃破したのであれば、弾薬を一つ装填するというスキル。
このスキルで用いる弾薬は特殊弾という表記からもわかる通り、通常の弾薬とは別の扱いで、このスキルを使用しても、通常攻撃時に消費する弾薬を消費することはありませんし、弾薬が弾切れの状態でもこのスキルを発動させることは可能なので、狩人の欠点である弾薬がなくなると著しく DPS が下がってしまうという弱点を一時的ながらも回避することが可能です。また、何気に霊の所持するスキルの中では、最も単発火力が高いスキルとなっているので、雑魚敵であればほぼ一撃で倒せる場面も多く、スキル効果により、スキル攻撃で敵を倒すことができれば、弾薬が一発補充されるので、タイミングをうまく測れば、弾切れによる DPS の低下もある程度防ぐことが可能でしょう。また、敵の撃破はこのスキルの攻撃が起因なのであれば何でもよく、このスキルの攻撃による押し出しによって敵が穴に落ちた場合でも、このスキルの攻撃によって撃破したという判定となるため、弾薬は補充されることになります。そのため、このスキルと最も相性の良い場面は、敵を押し出しで撃破できるような環境、つまり、水撃手を配置するような場面と言えるでしょう。全体的に見て、単体の敵に対しては高い単発火力を有する一方で、発動に必要な SP は単発スキルとしては、やや高めの10となっているので、根本的な DPS の低下の解消には力不足と言わざるを得ません。なので、このスキルを用いる場合は、霊を単純な火力役として運用するのではなく、通常攻撃で倒せる敵は通常攻撃で、通常攻撃で倒しづらい敵はスキルで攻撃し、火力で押し切るか、押し出しで相手を穴に突き落とすといった、火力役と水撃手を足して2で割ったような運用を心がけると良さげ。現状で実装されている水撃手は、スキルをチャージすることができないので、2回連続でスキルを発動させることができるという点も活かすといいでしょう。ただまあ、全体的に見てこのスキル自体はメインというよりかは、例えば統合戦略での昇進にまでのつなぎ的な雰囲気が強いので、活躍できる場面はあまり多くはないといったところ、以上のことや特化に必要な素材、特化による上昇率を鑑みてスキルレベルは、通常の運用であれば7で据え置き、押し出しの性能を活用したいのであれば、押し出しの力がかなりの力に上昇する、特化3まで強化するといいでしょう。スキル2はスキルをセットすることでサンドビーストが撤退時、サンドビーストの攻撃範囲内で命中した弾薬を回収するパッシブスキルと、スキル発動後は、さらに攻撃範囲が拡大、攻撃力が上昇し、サンドビーストの再配置時間が短縮される永続スキル。スキル発動後は攻撃範囲は、通常時から側面が2マス追加されるという形で、攻撃範囲拡大スキルとしては、拡大範囲は比較的控えめな印象。ただ、例はサンドビーストによる攻撃範囲拡大が存在するので、実際の攻撃範囲はかなりの広さとなり、その攻撃範囲拡大に必要となるサンドビーストの再配置時間は最短で18秒まで短縮されるので、かなり実用的な攻撃範囲となっています。ここまでの攻撃範囲があれば、まず敵を逃してしまうということはないでしょう。また、上昇する攻撃力も最大で 120% と、さすがにスキル1ほどではありませんがなかなかの数値。永続スキルという点を鑑みれば、十分な火力を有していると言えます。そして、このスキルをセットしているのであれば、スキルが発動していない状態でもサンドビーストを配置し、サンドビーストの攻撃範囲内で、霊が敵を攻撃すれば、サンドビーストは弾をストックするようになり、ストックされた弾はサンドビーストが撤退時に、霊の弾薬にストックされるようになります。つまるところ、簡単に表現をすれば霊が打ち出した弾をサンドビーストが拾い、サンドビーストは帰ってくるときに、霊に弾を返してくれるというような流れです。そのため、理論上はサンドビーストの攻撃範囲内で敵を攻撃し続ければ、弾がなくなるということはありません。また、霊はサンドビーストの攻撃範囲内にいる敵を優先して攻撃するため、その条件も達成しやすくはなっています。サンドビーストの再配置時間の短さも、この効果に恩恵を与えていると言えるでしょう。とはいえ、この弾がなくならないという表現は、あくまでも霊とサンドビースト両方の弾を合算した場合であり、サンドビーストが撤退するまでは、ストックされた弾を霊は使用できないので、常に攻撃している状態だと、必ずどこかの場面で弾切れを起こすことになります。攻撃範囲の広さもあって、霊のスキルの中でもスキルには特に弾切れの頻度が顕著であり、率直に言ってしまうと、狩人の最大の問題である弾切れによる DPS の低下の問題を解消することはできていません。また、スキル効果自体は永続スキルではありますが、サンドビーストを配置しなければ、DPS の維持はさらに悪化してしまうことになるので、実質的には、スキルサイクルが50秒前後のスキルと、ほぼ同じような忙しさのあるスキルとなっています。そのため、全体的に見ると、攻撃範囲拡大によって対処できる範囲は拡大したものの、持続火力のブレが凄まじくなり、形式上は永続スキルなのにもかかわらず、実際の運用は手動発動スキルに近いという、ちぐはぐななんとも言えないスキルになってしまっていると言わざるを得ません。
以上のことや特化に必要な素材、特化による上昇率を鑑みてスキルレベルは、例は、口述するスキル3がメインスキルとなることから、7で据え置いてしまっていいでしょう。スキル3はスキル発動と同時に攻撃を停止、弾薬の装填間隔を大幅に短縮させ、所持している弾薬が最大、つまり8発となるまで連続で装填。弾薬が最大になった後は攻撃範囲が拡大、攻撃対象に攻撃力の一定割合の物理ダメージと2秒のバインドを付与。このスキルが発動している間に敵を撃破したのであれば、スキル終了と同時に SP を10獲得するというスキル。通常攻撃の間隔は 1.6 秒のままですが、装填時間は 0.4 秒まで短縮され、8発を装填するまでにかかる時間は 3.2 秒、そして8発すべての弾薬を放つのには 12.8 秒かかるため、装填から攻撃までのサイクルは16秒、同時にスキル発動時間も16秒なので、装填から攻撃までのサイクルイコールスキル発動時間となっています。ただ、これはあくまでも、スキル発動直前の所持弾薬数が0発の状態の時であり、スキル発動のタイミングでいくらか弾薬を所持している状態であれば、そこから弾薬が最大になるまで装填を行うという形なので、必ずしもスキル発動時間イコール、装填から攻撃までの一連の動作になるというわけではありません。なお、装填時間の短縮は、スキル発動中は常に適用されるので、最初の装填以外にも弾薬を装填する場面が発生した場合でも、高速で装填を行ってくれます。スキル発動中の攻撃範囲はかなり大きく、こちらもサンドビーストによって攻撃範囲は拡大されるので、ステージ次第ではほぼ半分近くをカバーできるほどの実質的な攻撃範囲を有することになります。ただし、スキル3にはサンドビーストの再配置時間を短縮する効果はないので、敵を撃破した際に SP をプラス10する効果が発動すると、スキルサイクルとサンドビーストの再配置時間がばらけることになり、最速でスキルを回すと、最大火力を発揮することができないという問題が存在します。なので、サンドビーストに関しては、ややスキル性能と噛み合っていないと言えます。そして、このスキルの最大の特徴は、やはり火力の高さでしょう。スキル倍率自体はこちらもスキル1にかないませんが、それでもサンドビーストありで初撃で単発火力5400、素質2の効果が最大になった場合は、6700程度のダメージを叩き出し、スキルの総ダメージは65000程度となります。ここまでの単発火力となると、一切のバフがない状態でも、パトリオットの防御力を貫通することが可能。短期かつ、わずか16秒でパトリオットを瀕死まで持っていくことができます。また、スキル効果の性質上、バフが非常に乗りやすい性能となっており、ワルファリンのスキル2と組み合わせるだけで、単発火力は11600程度まで上昇。大幅なダメージカットを持つボスなどでなければ、ほぼほぼ撃破可能な火力となります。そして、このスキルによって発生する攻撃には2秒間のバインド効果付き、例の攻撃間隔は 1.6 秒となっているので、バインド耐性がない敵はその場から一切動くことができなくなります。持ち前の攻撃範囲の広さと合わされば、敵の進行を完全に停止させ、一方的に攻撃ができるというわけです。非常に高い単発火力を持ちながらも、発動に必要な SP は最小で30。スキル発動中に敵を倒せば SP がプラス10されるので、実質20となるため、スキルサイクルはかなり良好な部類。一方で先述した通り、基本はスキル発動時間イコール装填から攻撃が1セットという形式となっているので、所持弾薬が0発の状態でスキルを発動し、スキル発動中は常に攻撃をし続けると、スキル終了時の所持弾薬は0発となり、極端に DPS が低下することになります。つまり、スキル未発動中でも攻撃は可能ですが、形式的には法人術師のような火力の出力となるわけです。スキル3は比較的扱いやすいスキルではありますが、それでもこのような癖がある点には留意すべきでしょう。スキル3は、たとえスキル発動時の所持弾薬が0発の状態でも、最高火力が出せるという点、サンドビーストを用いれば、広い範囲をカバーできる攻撃範囲の広さ、バフの乗りやすい単発火力の高さが売りのスキルで、狩人のスキルの中ではかなり使いやすい性能となっています。一方で弾薬を使用するという関係上、どうしても制約がかかる部分は存在するため、扱いというよりかはスキル終了後のカバーをどうするかという点で、一手間がかかるスキルではあります。以上のことや特化に必要な素材、特化による上昇率を鑑みてスキルレベルは、スキル3は例のメインスキルとなるので、特化3まで強化することをお勧めします。例の基地スキルは加工書に関するものが2つ。
1つは昇進素材を加工時、副産物の入手確率が最大でプラス 80% されるという一般的なもの。そしてもう1つが昇進素材を加工時に発生する T3 素材、つまり発生する中級素材が必ず中級原岩になるという効果。この効果を用いる時となると、原岩が足りない時などになりますが、ご存知の通り、原岩は現在ではイベントステージでは確定ドロップするため、入手に必要となる理性は中級素材の中では最も低い数値となっています。つまり、裏を返せば、副産物として入手した場合でも、お得感が他の素材と比べると低いというわけです。なので、よほど岩が欲しいという場面以外は、霊を基地スキル目的で使用する意味はあまりなく、基地スキル目的で霊を育成する必要性は薄いと言えるでしょう。空気の流れ、動物の足跡、こっちの方向には気をつけないと。ドクター、ここっていい景色だね。リンゴちゃん、今日もよろしくね。これ以上は進ませません。飯は食ってねえのか。全力で来い。わあ、みんなこっち来て。随時長長き夜も明ける時だ。どのエリアを片付けるの？うちがいる方向に敵がいるよ。もう消える。どのエリアを移動する音が聞こえる。命をさらう石を溶けてしまえ。火山さん、お願いだからおとなしくしててね。貴重なサンプルをちょっと取らせてもらうだけだから、まだ怒らないでね。どのエリアを片付け、これ以上は進めないよ。矢はもうつがいたよ。医療機器の救急キット使え。どのエリア、うちがいる方向に敵がいるよ。もう消える。矢はもうつがえた。こっち暗闇。今行くぞ。
大勝利！ドクター、私ちゃんと役に立てた？レイは非常に高い単発火力と広い攻撃範囲を用いて単体の敵を撃破することに特化したオペレーターで、スキル3は狩人の最大の欠点ともいえるスキル発動時に弾薬がなければ火力が出せないという点が解消されています。また、スキル性能の形式上、非常にバフが乗りやすく、単発火力1万超えを容易に達成しやすく、攻撃力を強化しやすい統合戦略においては、条件次第では凄まじい火力を出すことでしょう。ロマン的な性能を有しながらも、癖は許容できる範囲で収まり、実用的な性能も有する、それが例と言えます。各スキルの特化優先度を紹介。例を運用する際には、ほとんどの場面でスキル3を使用するため、例のスキルの特化は、基本的にはスキル3だけで良さげ。スキル1は押し出しを活用したいのであれば、押し出しの力が1段階上がる特化3まで強化するといいでしょう。逆に特化1や特化2では要求される素材の割には恩恵は少ないので、あまり意味はありません。スキル2に関しては永続スキルなのに操作が必要ということ、狩人の根本的な問題である弾切れが解消できないので、現時点では特化する意味は薄いでしょう。合わせて今後実装されるモジュールについても紹介。例の X モジュールは、特性の方は特にスキル3では、あまり恩恵はない効果となってしまっていますが、ステージ3ではサンドビーストの再配置時間が10秒減少、つまり、再配置時間が20秒となるので、スキル3の敵撃破時のスキルサイクルと噛み合うことになり、最速発動でも毎スキル発動ごとにサンドビーストを配置することが可能になります。なので、例を火力の主軸に据えるのであればモジュールを装備させ、ステージ3まで強化するといいでしょう。以上で、例の紹介及び概説を終わります。この動画が良ければ、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。アーミヤがうちに気を使って、隠し事をしてるみたいなんだよね。でも、子供の頃に砂ぼこりの中で見た、あの大きな影は見間違いだったのかもしれない。ずっと知ってたよ。ドクター、このキャロットパイをアーミヤに渡してくれる？あの子、すごく忙しいし、うちも何かしてあげたい。